皆さん、こんにちは。ゆかです。今日は日本語で病気表現について勉強しましょう。病院に行くときとか、風邪をひいたとか、ちょっと体の調子が悪いときの日本語について勉強しましょう。で最後に皆さんにおすすめの商品を紹介したいと思います。で、実は私、先週の金曜日からちょっと風邪をひいてしまいまして、今はもう大体治ったんですけど、先週の金曜日にちょっと頭がすごく痛くなって、私、片頭痛を持っているので、片頭痛かなって思ったけど、薬を飲んでもちょっと治らなかったので、ちょうど今日皆さんに紹介する薬とか商品でいただいたこの葛根湯っていう商品、これも漢方の薬なんですけど、これを飲んだら3日ぐらいで治りました。ちょうどタイミングが良かったですね。で、皆さんに今日はこの日本の商品、この葛根湯と、こののど飴と、あとは飲み物ですね。この緑茶ラテと、この、ほうじ茶を紹介したいと思います。なので、最後まで見てください。はい。じゃあ、まずは、病院に入った時の会話から見ていきます。まず、私が、すみません。初診なんですが、何時に予約した何々なんですが、すみません。予約してないんですけど、と言います。この3つ、3種類は後でちょっと説明します。そしたらこの受付の人が、保険証はお持ちですか？または、マイナンバーカードはお持ちですか？と言います。保険証は日本に住んでいる人ならみんな持っています。マイナンバーカードも外国人は持っているんですかね。どちらでもいいので出してください。で、この1番から3番についてちょっと説明します。1番の初診は、初めてこの病院に来たという意味なので、もしその病院に初めて行った人は、初診なんですが、と言ってください。で、次に、予約時間と名前を言いましょう。もし予約していたら、この2番ですね。何時に予約した何々なんですが、自分の名前を言ってください。もし予約をしていない人は3番です。すみません。予約してないんですけど、と言ってください。なので、受付ではこの3つのポイントが大切です。で、次に、もし持っている人は、はい。持っていない人は持っていません。と言いましょう。次に、受付の人が、では、こちらの問診票をお書きになってお待ちください。と言います。問診票はこれです。どうして今日病院に来たのか、どんな症状があるのか、それを細かく書く紙があるので、それを椅子に座って書きます。はい、次は医者との会話です。医者が今日はどうされましたかと言います。どうされましたか？これはどうしましたかと同じ意味です。なので皆さんは詳細にどうしたのか、症状を伝えてください。これは例です。おとといの昼過ぎくらいから喉が痛くて風邪っぽいんです。大切なのはいつからどんな症状があるのか、それを伝えることです。医者が言います。そうですか。熱はありますか？ありません。そうですか。ちょっと見ますね。口を開けてください。喉が少し腫れていますね。5日分の薬を出すので飲み切ってください。5日後も風邪が治らないようならまた来てください。わかりました。では、待合室でお待ちください。待合室はロビーです。病院に入ってすぐのところですね。ソファーがあるところを待合室と言います。最後に、ありがとうございました。と言って、部屋を出てください。
じゃあ皆さん、今から大切な言葉、病院で使う言葉を勉強しましょう。何々が痛いです。頭が痛いです。お腹が痛いです。胃が痛いです。喉が痛いです。何々が出ます。くしゃみが出ます。熱が出ます。咳が出ます。鼻水が出ます。何々がします。めまいがします。吐き気がします。花粉症。日本人は花粉症の人が多いです。私も花粉症ですが、あまりひどくはありません。何々がかゆいです。アレルギー。皆さんはアレルギーがありますか？花粉症もアレルギーです。目がかゆいです。目がかゆいです。はい、次は体の部位の名前です。ここは頭。ここはおでこ、または額。ここはこめかみです。ここ、こめかみ。眉毛、耳、目、口、鼻、顎、ほっぺ、または頬、首、肩、腕、お腹、太もも、足、背中、腰、お尻、ふくらはぎ、かかと。なので、さっき勉強した何々が痛いです。何々がかゆいです。ここの部分に今勉強した言葉を入れてください。背中がかゆいです。腕がかゆいです。顔がかゆいです。目がかゆいです。足が痛いです。腰が痛いです。はい、皆さんどうでしたか？他にもたくさん言葉があるんですけど、N 語から N1 までの言葉でレベル差が結構あるので、今日はここまでにします。今日は皆さんに漢方ステーションから出ている商品を紹介したいと思います。まず一つ目です。一つ目はさっきも紹介したこの葛根湯です。さっき私が先週の金曜日にちょっと風邪をひいたと言いましたよね。すごくタイミングが良かったんですけど、本当に頭が痛いとか、ちょっと喉が痛いとか、風邪かなって思った時に飲む薬です。なので、本当に初期症状、風邪の一番最初の時に飲むと効く薬です。で、これは、ここにも書いてありますね。風邪の引き始めの方に。あとは風邪だけではなくて、肩こり。さっき勉強しました。肩です。肩が痛いとか、頭痛です。頭が痛いという方にもおすすめです。これは漢方です。漢方は中国
の伝統的な薬の一つで、今日本にも伝わっている薬ですね。1日2回飲みます。で、私も、この商品を漢方ステーションから、もらう前にも、ずっと前から飲んでいたんですけど、この薬、この薬は粉薬なんですよ。わかりますか？粉薬なので、ちょっと苦手な方とかいるかもしれないですけど、私が以前飲んでいたのは、コンビニとか、ドラッグストアに売っている液体タイプ、飲み物の葛根湯でした。でも、それと比べるとこっちの方がよく効くと思います。私だいたい1回風邪をひくと、2週間ぐらいずっと治らないんですけど、子供の時から。先週の金曜日に頭が痛いなと思って飲んだら、もう日曜日には治りました。日曜日の夜には、もう、喉が痛いとか、ちょっと風邪っぽい症状がなくなりました。なので、これはちょっと粉薬で飲むのが大変ですけど、すごく効果のある薬だと思いました。あとはちょっと苦いです。漢方なので、すごく飲んだ時に苦いので、それが大丈夫な方は本当にお勧めします。私みたいに毎日レッスンで話す仕事の人とか、あの、風邪をひきたくない人とかにはおすすめです。で、この会社、津村漢方という、津村っていう会社は、日本ではすごく有名な会社なんですね。なので、安心して飲める薬です。次、2つ目です。2つ目は、これです。のど飴。龍角散ののど飴です。これはすごく海外で人気があるかな。私の台湾人の友達はこののど飴が好きって言っている人がいますけど、皆さんの国にもありますかね。で、こののど飴も私以前日本語学校で働いている時から毎日カバンに入れているぐらい愛用していたのど飴です。さっきも言った通り、こうずっと喉を使う仕事の人とかにおすすめですね。あとは次の Vlog かな。次の Vlog でもちょっと紹介しているんですけど、カラオケに行った後とか、やっぱり喉を使った後にこれを舐めるといいです。あとは眠い時。こののど飴が、ハーブの味がするので、すごくスースーします。なので眠い時に食べると目がもう覚めます。はい。これもすごいおすすめです。以前から私が愛用していた薬とのど飴。なので本当におすすめです。はい。3つ目です。3つ目はお茶です。これは今回私も初めて飲んでみたお茶なんですけど、まず1つ目は緑茶ラテです。緑茶ラテ。もう1つ目がほうじ茶です。これは本当に美味しかったです。皆さん抹茶が好きですか？抹茶ラテとか抹茶ミルクとか。抹茶ミルクとかが好きな人は、もうこれも好きな味だと思います。で、これのいいところは、ホットでもアイスでも飲めるところです。私は昨日ホットで飲んでみました。美味しかったです。本当に。甘くて、飲みやすかったですね。苦くないので、誰でも、日本人でも外国人でも飲みやすい味になっています。で、このお茶に入っている砂糖が普通の砂糖ではなくて、天才糖というお砂糖を使っていて、カロリーも低いし、食後の血糖値も、上がるのを抑えてくれる作用が入っているお砂糖です。なので、体にもいいですね。あとは、乳化剤、保存料、香料、安定剤が無添加です。なので、体に悪いものが入っていないんですね。これは本当に私の今のお気に入りのラテになりました。
はい。で、最後に、これです。ほうじ茶です。これは、ほうじ茶なんですけど、黒糖生姜が入っているので、ちょっと生姜の味が強かったですね。でも生姜も風邪とか、喉が痛いとか、風邪の時にすごくいい食材ですよね。なので、本当に皆さんが風邪をひいてしまったとか、ちょっと体調が悪いとか、そういう時に飲むとすごくいいのかなと思います。でも私の一番のおすすめは、やっぱりこのラテと、この漢方薬と、こののど飴です。はい。で、今から皆さんにこの漢方ステーションのホームページを紹介します。でここにあるボタンを押すと、左側には通貨を選ぶ場所があるので、皆さんの国の通貨、お金の単位を選んでください。言語は英語か日本語か中国語しかないので、はい、その3つから選んでください。さっき私が紹介したのは風邪でしたよね。風邪の初期症状とか肩こりとか、頭痛、頭が痛い時の薬だったんですけど、いろいろな種類の漢方があります。これがさっき私が紹介した葛根湯ですね。なんですけど、あとは便秘とか、胃腸の不調、さっき勉強した言葉、胃が痛いの胃です。胃が悪い人とか、ちょっと食べ過ぎて胃がちょっと悪くなっちゃったっていう人とか、あとはストレスにもいい薬がありますね。あとはストレスと不眠です。夜寝られないとか貧血とかもあります。次は鼻炎ですね。鼻水が出る人。毎日、毎朝鼻水が出るとか、そういうアレルギーの人のための薬もあります。次は女性特有の悩みですね。女性は体が冷えたりとか、生理不順だったりとか、あとは生理痛、これもたくさんいますよね。それもおすすめですね。はい。で、これが龍角散、さっき私が紹介したのど飴と緑茶ラテとほうじ茶です。これ以外にもいろいろなお茶がありますので、皆さんちょっと自分で気になる方はチェックしてみてください。で、この商品は日本から海外に発送できるみたいなので、安心して買い物ができます。あとは、さっきここにアメリカドルで表示してあったんですけど、もし台湾の方だったら、中国語でも表示できますね。値段はこれぐらいです。皆さんどうでしたか？もしこの商品が気になる方は、私のこの YouTube の下の概要欄からチェックしてみてください。さっきの漢方ステーションの URL と、それぞれの商品の URL が貼ってあります。皆さんも風邪をひかないように気をつけてください。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。